皆さんこんにちは。先日上司と喧嘩して首の皮一枚すらちぎれそうな投資家カモーラレです。さて今回の動画はテーマですけれども、一部の SNS で話題となっている株価急騰の銘柄6927ヘリオステクノという銘柄があります。こちら Twitter で有名なとあるアカウントがこの銘柄を取り上げたことで話題が沸騰しています。どういったロジックで株価が急騰しているのか、機関投資家がどのように動いているのか、これを具体的にご説明したいと思います。そしてご覧いただいている皆様の中には、そのとあるアカウントを継続的にウォッチしてどういった銘柄を言及しているか、表現はよろしくないですが、日々そのアカウントに稲越していっている、そういった個人投資家も多いかと思います。今回株価急騰の裏側、機関投資家の動きを理解していただくことで、わざわざ Twitter をチェックせずとも自分で探せるようになる。あるいは有名なアカウントよりも先回りして狙っていくことができる。そういったポイント、データの見方というのをまとめていきますので、よろしければ今回も最後までお付き合いください。今回の動画ではヘリオステクノの株価推移、これを軸として時系列にどういった動きをしているかというのを順番にご説明していきたいと思います。まずは5月ゴールデンウィーク前後の株価が一番最初に上がり始めたタイミング。そして2番目にこちら、一度下がったんですけれども5月末から6月頭にかけての動き。そして最後3番目が直近急騰しているところですね。それぞれの局面に分けてお話ししたいと思います。そして願わくは自ら2番目のタイミングで3番のような急騰を予見できる、そういった知識を共有できればと思います。それでは早速まず1番目の株価が上がり始めたタイミング。こちらは通常時の機関投資家の動きですね。まだ3番のような踏み上げが起きるまでは少し状況が整いきらない通常の動きというのを手始めにご説明したいと思います。登場する組織は大きく分けて3つですけれども、一番最初にヘッジファンド、早速過激なところが出てきましたけれども、ここがですね、特に小型株、急に株価が上がると値下がりを目論んで空売りをしたいと考える向きが発生します。そんな時にですね、空売りをするためには株を借りてこなければいけないということで証券会社に頼んで株を貸してくれというわけですけれども、証券会社はこの株の貸し借りを仲介する立場としてこの該当する銘柄の株を借りてこなければいけない。その貸し手となるのがこの中でも大きく分けて2通りの貸し手がいます。まずは年金運用であったり ETF といったような投資信託。基本的には株の保有が安定している貸し手ですね。株を借りてきてもすぐに返してくれと言ってくるような相手ではなく、安定的な株式の保有をしている貸し手です。そしてもう一つの貸し手というのは今の表現でお分かりかと思いますが、個人投資家中心の株式保有先。こちらに関しては逆に少し株価が上がると利益確定をしようという動きですぐにでも株を返してくれと言ってくるような貸し手です。上の安定的な株の貸し手というのは現物買いが中心となっていて、下の個人投資家の貸し手というのは主に信用による買いというのが中心となっています。これが先ほどヘリオステクノの1番目の局面でご覧いただいた株が上がり始めた時に起こる通常の空売りの思惑、そして各組織の動きですね。ヘッジファンドとしてもいつ株価が下がって空売りのポジションを買い戻しクローズすることができるかというのは来週になるのか来月になるのか分かりませんので、できれば安定的に貸し続けてくれる先から株を借りるのが理想ということで、基本的には現物買い中心の年金運用であったり投資信託の方から株を借りてきてですね、これをヘッジファンドが空売りに使うというのが通常時の動き、ほとんどの場合がこのシナリオになります。そして今ご説明した動きの実際の株数のデータですね、どのようにチェックしていくかというのをご紹介しますと、こちらになります。例えばヘリオステクノホールディングですとご覧のようなデータがありまして、株の貸し借り、レンディングに関するデータと信用取引、それぞれの数量がありますけれども、東証や日証金、日証協などから発表されています。この中で特に見ていきたいポイントというのがこちらの日証協が発表している貸付残高、どれくらいの株がレンディングされて空売りに使われているか。そしてもう一つ、信用取引の残高。これは東証のこちらのデータ、あるいは左下の日々公表信用残という方でもいいんですけれども、ご覧いただいている
データで日付が新しい方が東証になっているためこちらにしております。この2つのデータを主に見ていくわけですけれども、先ほどの図で今の2つのデータはどこに当てはまるかと言いますと、まず日証協の貸付株数残高、どれくらい空売りのための株が貸し出されているかというのは、この証券会社が調達している、借りてきている株数になります。そして東証信用取引の残高に関しては、こちら貸し手の方の個人投資家を中心とする信用買いの数量ですね。こちらを表しています。そして先ほどのデータと同じサイトで証券会社の株の借りている残高というのは具体的にご覧のように日時でですね、どこの証券会社がどれくらい借りている株数増やしているか減らしているかというのが公表されています。ご覧いただいているのはヘリオステクノの日々の貸付残高数量が変化している様子ですけれども、証券会社モルガン・スタンレーやゴールドマン・サックスといった有名なところを中心に日々激しく貸し借りの残高が変化しているというのがお分かりいただけると思います。それでは一つ目の局面、ここまでご説明した通常時の空売りにおける各組織の動きというのをご理解いただいたところで、次に2番目および3番目のところ、こちら少しズームしまして直近1ヶ月の推移をご覧いただいています。ここからご説明するのは2番目のところ、こちら5月末から6月にかけての少し株価が戻り始めたところですね。そこから横ばいの期間が約2週間続く。ここまでが2番目の局面となります。さて2番目の局面でどのような動きが起きているか、だんだんと3番目の株価踏み上げに至るまで通常時から異常な状況に変遷していく局面ですけれども、そこで何が起きているか、そして Twitter の有名アカウントは何のデータを見て踏み上げが起きると予見したのか。それはですね、まず最初に起きることというのは、一番左側貸し手の安定的な方、現物買いをしている投資信託や年金運用のファンドがこの銘柄に関してはもうこれ以上貸せないよという風になるわけです。ヘッジファンドの空売り需要があまりに高まると、いくら大きな ETF や投資信託、年金ファンドが大量の株式を持っていても、そういったファンドに対しても日々資金の流出入というのはありますので、持っている全てを貸し出しに使うことはできない。頑張ってもせいぜい持っている分の7、8割程度が限度となります。それでも右側のヘッジファンドがもっと空売りしたい、株を借りてこいよどっかからというふうに証券会社に圧をかけるわけですね。そうすると今度は下側、どちらかというと安定していない保有先、信用買いをしているところの株券、正確にはこちら証券会社の持ち分にはなっていますけれども、今度はこちらから株を借り始めるわけですね。これを使ってヘッジファンドが空売りをし始めると、だいぶレンディングマーケットでのこの銘柄、需給が逼迫しているという異常事態に向けた最初の段階になります。これが2週間ですね。株価あまり下がらないところで、空売りのポジションをクローズしてもあんまり利ザヤが手に入らない。逆に下がり始める前にもっと空売りのポジションを作っておこうというような動きが続いたわけですね。そして最後に3番目、この踏み上げが起きるロジックについてご説明したいと思います。3番目の局面はチャートをご覧いただいたようにストップ高が何日も続くような踏み上げが起きていますけれども、先ほどお話しした左側貸し手の安定していない信用買いの方から株を借りた。これがポイントになります。こちら少しでも株価が上がってくると一部の個人投資家がこの信用買いを閉じて利益確定をしたいと思うわけですね。そのためには当然株式を返せと言わないといけない。ヘッジファンドに貸している分を戻してこないと、この信用買いのポジションをクローズすることはできません。当然ですね、この株式、信用で買っていますので、実際保有権がある証券会社も返せというわけです。返してくれないと個人投資家の顧客に信用買いのポジションをクローズできない。そうするとこのタイミング、先ほど申し上げたように、この銘柄の株価少し上がり始めたんで、一部の信用買い投資家が返せと言い始めた。上がり始めたタイミングで、ヘッジファンドからすると当然ですね、こちらは逆に空売りをしているので、証券会社から返せと言われても無理という返事になります。株価上がっているタイミングでは空売りは損失が出ますので、個人の信用買いがクローズしたいタイミングと、ヘッジファンドが空売りをクローズするタイミングとしては逆の局面になるわけです。そうすると証券会社にとってはヘッジファンドも大切な顧客の一つですので、無下にひっぺがすわけにはいかない。しかし一方で信用買いのポジションをクローズしたいという要望が来ているので、売るための株券をどこかから調達しないといけない。しかしもう現物買いをしている貸し手の安定的な先というのは限界いっぱいまで貸してしまっているため、
調達できないとなるとどうするか。これが2つ目の大事なポイントとなります。証券会社は別の証券会社からこの銘柄を調達し始めるわけですね。ライバル企業に対してですね、おい、お前のところ株券余ってないか、うちの顧客の信用買いを閉じるための株券が足りてないんやと。ライバル企業とはいえ、そういった状況はお互い様ですので、明日は我が身ということで、ここは助け合うわけですね。そうすると、ここの数というのが増える。実はこの証券会社間の株の貸付というのも、先ほどご覧いただいたこの証券会社全体の貸付株数にカウントされます。先ほどサイト抜粋のデータでご覧いただいた日証協の貸付株残高というのは、このピンクの丸で囲っている証券会社間の貸し借りと通常時の貸してから借りてくる株数、この青とピンクの合計でデータが出ているわけですね。実際に例えば6月の13日と14日の証券会社の貸付株増減というのをご覧いただきますと、この赤の枠が13日の各社の増減、そして14日の各社の増減がこちらのオレンジの枠です。一つ前のスライドでお話しした状況、安定的な貸してから株を借りるのはもういっぱいいっぱいの状況、そして信用買いのクローズの要望が出始めたところで、各証券会社間の融通を利かせ合っているというのが増減のプラスマイナスが相殺される形になっていることでお分かりいただけると思います。つまりこの6月13日や14日の段階で、例えばこの中で一番借りる株数が増えているプラスの数字が大きい 66,600、ちょうど真ん中のバークレイズですけれども、この 66,600 はバークレイズがヘッジファンドの空売りのために新たに借りてきた株というよりは、その一つ上、モルガンスタンレーのマイナス 51,700、ここから調達して信用買いのクローズに当てたと推察されるわけですね。あくまで推察です。この一番右の増減量のところが仮にプラスプラスプラスという風にどの業者も一方的に借りている方向になっていれば、おそらく新たに空売りを仕掛けているヘッジファンドがいるんだなという風に考えられる。逆にこのようにプラスやマイナスが入り組んでいる状態というのは、証券会社間で融通を利かせ合っているんだな。その目的というのは信用買いのクローズの要望が一つとして挙げられるんだなというように見ることができます。さて今ご説明した状況、だんだんと異常な状況になっていく過程でどこのデータに現れるかと言いますと、まず一つは各証券会社の相殺するような動き、そして合計データとしては日証協の貸付残高というのがどんどん増える。これは証券会社間での貸し借りが増えているという数もカウントされるからですね。一方で右上信用買いの残高。これはクローズしたいと思う個人投資家が出始めるということで減っていく。このような動きが出てくると、踏み上げが起こる予兆というふうに見ることができるわけですね。最後に今後のヘリオステクノの展開も踏まえてまとめていきたいと思いますけれども、まず貸付残高のところは今ご覧いただいたように、証券会社間の融通が増えて送料が増える。一方で信用買いのデータに関しては利確の動きが出始めるということで数が減り始める。これが踏み上げ前の予兆ですね。そして信用買いのクローズ、利益確定の動きがさらに増えてくる。証券会社間の貸し借りの融通でも株券が足りなくなってくると、いよいよ証券会社は個人投資家の要望に合わせて足りない株分を買うしかないと、マーケットで調達してくるしかないという風になるわけですね。そうすると買いの動きに加速がつく。ここまでパンクしてしまうと踏み上げが起きてくるわけです。そして株価はどんどん上がっていく中でヘッジファンドからすると、先ほど丸2の局面でご説明した段階で空売りポジションを取っていますので、株価水準としては600円前後。一方で足元の株価は1000円を超えている大損を食らっているわけです。当然この状況で空売りのポジションを閉じるわけにはいかないとなると、買い戻しはまだ起きていないというような状況。少しでもですね、今の株価を押し下げた上でポジションを閉じたいわけです。ですのでストップ高が解消して取引が少し流れ始めたところ、1200円を超えたところで6月20日あたり再び証券会社各社の借入株数を見てみますと、一方的にプラスが増えています。ヘッジファンドがさらなる空売りのポジションを構築して平均単価を引き上げている、難品しているようなイメージと同じですね。ということで今足元ではヘッジファンドがさらなる売り浴びせで押し下げを試みている。一方で信用買いのクローズによる株券の調達需要、
証券会社の株を集めてこないといけないという需要はまだ続いている状態ですね。左右どちらでも需要が膨らんでいるということで、この後どういう風に動いてくるかというのは、まず左側の指さしているところ、信用買いがだいぶ減っていって株を返せという需要が落ち着いてくること。そうすると右側のヘッジファンドの売り浴びせが優勢になって株価が少しずつ押し下げられてくる。そこで徐々にようやくヘッジファンドの空売りポジションが解消されて株が戻ってくる。そして最後にもともとこれを借りてきた安定的な貸し手、ここに返していくというのが異常事態から通常への移行となります。この過程をご覧いただきますと、先ほどの株価推移から1日更新した6月22日までのローソク足チャート。これまで一方的に上がり続けていた中で、一番右側、6月22日にようやく売り浴びせの動きが見え始めてきている。しかし、株価水準としてはそこまで下がっていない。上にも下にも髭が出ているということで、売りと買いの需要がまだ拮抗しているという状況ですね。しばらくは拮抗する状態が続くかもしれませんが、この後は徐々に信用買いのポジションがクローズ進んでいって、売り浴びせの方が優勢になってくる。どのタイミングでバランスが売り浴びせ優勢になってくるかわかりませんけれども、一旦は下の局面、そしてヘッジファンドが十分にこの空売りの失敗したポジションを許容範囲内で解消できるというような株価水準まで下がったところで、今度はヘッジファンドの空売りを買い戻すという動きに変わってきます。そうすると今度は買い戻しの動きによって株価また上がり始めると、こういった想定が一応ですね、今ご説明したそれぞれ3つの立場を考えた時に起こってくる今後想定されるシナリオです。まずは信用買いの手仕舞いが落ち着いてきて、ヘッジファンドの売り浴びせで株価が下がってくる。そしてヘッジファンドの買い戻しが起きてくると。これで通常時に戻っていくと思いますけれども、さらに異常事態になっていくとすると、ヘッジファンドが耐えきれなくなる。売り浴びせの玉がもう残っていないので、どんどん株価が押し上げられていく。そうするとヘッジファンドの空売りのポジションでも損失が許容できなくなってくる。トレーダーが許容されている損失水準を超えてくるとなると、もう強制的に空売りのポジションを損切りするという、さらに異常な方向に進むとしたら、一旦の下落を見ることなく、さらに上昇が加速する可能性もなきにしもあらずとなります。今後想定されるシナリオとしてはこの2通りですけれども、どちらも最終的には上方向の動きがまだ残されているということですね。最終的にはもともと最初に貸していた安定的な貸し手、年金運用や ETF といったところに株が返ってくることで落ち着きを見せると申し上げましたけれども、その動きを今現在ご覧いただきますと、こちら ETF の貸し出し株数の推計、実はヘリオステクノはスタンダード市場の上場ですけれども、トピックスに構成されているということで、日銀が保有する巨大な ETF に組み入れられているので、かなりの株数貸し出すことができます。株数の推移がオレンジのグラフ、そして青のグラフが年率のコストですね。株を借りることでどれくらいのコストがかかるか、右軸になっていますけれども、それぞれご覧いただきますと、足元収録段階で6月22日ですが、ここで再び貸し出し株数が少し増えているというのと、借りることによるコストというのも 10% にまで増えている。青線のコストだけご覧いただきますと、もともとはですね、2% 切るような水準。なんなら通常時であれば 1% も払わなくていいようなコスト水準なんですけれども、今は爆上がりして 10% にまで達しています。そしてオレンジの貸し出し株数に関しては、おそらく70万株が ETF の世界では最大貸し出せる株数になっている。もうこれ以上貸せないよという水準なんですが、先ほど申し上げたように、ファンドにとっては日々の資金流出入に合わせて保有株数の 7,8 割程度が上限と設定していることが多いと申し上げました。ただ 10% も年率コストを払ってくれるんであれば、多少無理をしてでも貸せる株数というのが逆に 2,3 割残っているということですね。さすがに 100% 丸々貸してしまうと、今度ファンド運営に影響が出てしまうので、それはできないですけれども、この魅力的なコスト水準まで爆上がりしているんであれば、少し無理をして貸し始めたというのが足元の状況ですね。もともともうこれ以上貸せないよと言っているのに、レンディングによる収入に目がくらんで、かなり無理をし始めているのが ETF の状況ということは、
この銘柄の異常事態、狂気乱舞が落ち着くというのはまだ先になるのかなというふうに考えられるわけですね。この貸し出し株数や年率コストが下がってこない限りは、ヘッジファンドの空売りポジションというのも解消されていないというふうに考えられるわけです。今回は6927ヘリオステクノの株価急騰、その裏側についてデータの見方を含めてご紹介いたしました。これをもとにですね、他の銘柄が丸2の状況、通常時から異常時に向けてマグマが溜まっているんではないかというのをイナゴするのではなく、ご自身で探せるようになるかと思います。当チャンネルの小型株投資においても、ご紹介したデータを使って株価上昇に向けたマグマの溜まり具合というのを分析して銘柄ご紹介していきたいと思いますので、もし興味がある方はチャンネル登録、高評価ボタンを押していただいて、今後も動画ご覧いただけると幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。